なんかね気づいたら登録してくれてる人が100人になっててね、いつの間にかそんなね週に1回程度の更新でしかないですが、役に立ったって言ってくれる人もいるしね、ありがたいね。ありがたいですね。今日は何について話そうかな。そういえばユトレヒト行ったよね。そうだね、日本でから持ってきたワクチン証明をオランダ版にするために行ったのか。オランダのシステムにこう入れてもらうために、で別にロッテルダムとかそのねハーグから近い場所でもできたんだけど、なんか電話で「へいへいで」ってこう GGD って書くんだけど、保健局みたいなとこなのかな、そこに電話した感じで、なんか土日やってる場所じゃないといけないから会社休まなきゃいけなくなっちゃうから、で土日やってる場所で聞いたらユトレヒトしかなくて、でもうそこに予約して行ってみたっていうのがそもそもユトレヒトに行ったきっかけだよね、行ってみたいなと思いつつまだ行ってなかったけど、急な予約で2日後にとかそれぐらいの勢いで予約取れちゃって行ったんだよね、なんかオランダの QR コードを取得してそうだねっていうだけのはずが、すぐそこで予約なしで3回目のワクチン打てるよって言うからじゃあせっかくならって言ってその場で打ってきて、で予定がそれで早く終わったんだよね。そうだね、なんか2時半とかの予約だったはずなのに、午前中場所確認で見に行ってみたら空いてるからそのまま行っちゃいなよって言われてねもう予約時間とはって感じだけど本当だよ誰もいなくてね、係の人たちも喋って待ってたからね、ラッキーで、本当に日本のワクチンパスポート持ってきたの渡してってやるぐらいだったよね、だから本当に想定外に終わっちゃって、3回目のワクチンまで打てちゃってって、だおかげでね、もうご飯食べる前に全部用事済んじゃったもんねユトレヒト、なんでユトレヒトに行きたかったかって、そのミッフィーのブルーナさんだっけ、ちょっと名前忘れちゃったけど、ミッフィーミュージアムがあるんだよね。ミッフィーのミュージアムがあるって言ってて、そこに行きたいと思ってて、でね思ったより時間ができたから、じゃあ行ってみようと思って行ったら、なんかでもラッキーだったのはさ、ミュージアムカードで入れてもらえたじゃん。そうだね、ミュージアムカードで入れるっていうから、じゃあ行ってみようって思ったんだけど、だいぶお子様向けだったんだよね。なんかプレイルームみたいな入り口で言われたんだよねなんか普通に2人でカップルでこう来てるだけだから、結構お子様向けだからって言われて、ちょっと望んでるものじゃないかもしれないよって言われてどういうことだろうっつってね入ったら、ほんとちびっこだよね、膝下ぐらいの子供たちばっかみたいな、膝下はちっちゃすぎか膝下はちっちゃすぎだ、そんな足長くない、腰下かオランダ人感覚の世界ほんとちびっ子たちが遊んでっていう場所だったよね、なんか分かんないけどアンパンマンミュージアムとか、行ったことないから知らないけど、そういう感覚なのかなみたいな、子供を楽しませるために連れてくような場所。自分の感じだけで話すと児童館みたいな感じだった。なんか日本の近所にあるこの児童館みたいな感じがミッフィーのでこうデコレーションされてるっていう世界観、だからまあね、30歳が近いような人たちが2人で行って何かできるわけもなく、ちょっとふらっと様子だけ見てね。そうでも一回入り口入ってすぐのところにお土産屋さんはあったから、そういうとこ見るには全然いいかもしれない。お土産は買えるよね、気まずい思いしないでそう、イメージ、そのミュージアムと思って行ったけど、思ってたものとはちょっと違かったっていうミッフィーのミュージアムだったっていう話で、なんかユトレヒトでやることをね困っちゃってね、ミッフィーミュージアムで半日潰れるだろうぐらいで、下調べしなかったのもあれなんだけど行き当たりばったりだから。でもなんかね、みんなどうやって過ごしてんだろうってこう街を見るとさ、
カフェのテラス席でこうコーヒーだけ頼んでとかビール飲みながらこう日向ぼっこしてる人たちが多いんだよね、オランダは。もう昼から飲んでる人はたくさんいるよね。自分たちもねその仲間入りじゃないけど多分初めてやったんだよね、あの時多分。そうだね、あの日が初めてだ。テラス席1箇所だけ空いてたからここ座っていいって言ってコーヒーだけ飲んで、全然ね食事もいらないっつってね、食べてたから。ご飯何食べたあの日。だから今俺も何食べたんだろうその日って思いながらあのカフェに行った記憶はあるんだけど、ポテトもそこの時食ってないもんね。何食べたんだろう。ワクチン打って、でもなんかさミュージアムとか入っちゃうと時間かかっていつもお昼逃すから先に食べようって話しなかった？何食ったんだろうね。めっちゃ気になる。そうまあでもコーヒー飲んで本当にただ目の前を歩いてく人たちを眺めながらおしゃべりして、でもみんなすごい結構カジュアルな人もいるけどさ、このカフェに来るためにこの格好してきたのかなとかっていうぐらいおしゃれな人もいっぱいいたよね。私やっぱ天気が良くなってきたからかカラフルな服着てる人がすごい多い、いいなしかもそれがまためっちゃ似合うじゃん。似合うだしなんかユトレヒトの街もさ面白いよね。なんだろう、レンガ造りみたいなさ古い感じもありながらでも新しいお店いっぱいあったりとか、なんか結構コンパクトだったよね、道とか、街自体がコンパクト。なんかセントラルからねもうほんと目の前にショッピングモールがあってとか、でそのヘイヘイデーって場所はその中にあってとかでちょっとそこを抜けていくんだっけ。そう抜けてショッピングモールを抜けたところで、ちょうどその日マルクとやってて、ああそうだあれだようまかったやつだ騙されたやつ魚を試そうっつってサーモン食べてみようってなって、サーモンが挟んであるなんだ一応カルツォーネか、サンドみたいのを食べるっつってたんだけど買ってあれふざけてるよねもう何も言われずに平然と袋に入れて渡されてその場で食べたんだよね、それを。そうでなんか、未来は食べる前になんか一緒にその買った揚げ物、白身魚の揚げ物みたいのもあったから、未来はそれを先に食べてて、で俺なんかそのうわー生サーモンかいいなって、しかもなんかカルツォーネって食べたことあんのかなっていうぐらいその完成形を知らなかったから、で普通に食べて、サーモンは別に生だからあれだけどすげえ硬いなこのパンって思いながらかじってたら、売ってくれたお兄ちゃん、若いお兄ちゃんがすげえびっくりしながらこっち見てるから言ったんだよね、未来に。なんかあのお兄ちゃんすげえびっくりしてこっち見てるけどっつってその冷蔵庫ってかなんだろう、その魚の入れてる冷蔵庫じゃないけど、冷えたケースのところから出してて、あもう出来上がってるんだって思ってたんだよねでもなんか未来がずっとねこれ生で本当に食べんのみたいなさパンでサーモンを生で食べることには、日本人のせいであんまり抵抗がなくてだし、そうなんかスモークサーモンとか、サーモンは生で食べてるやつも見たことあったから、何も疑わなかったんだよねただ口にしなかったんだよね私は別の先に食べてて、なんかすごいパサついてるんだけどって言ってて硬いしって。で店員さんがチラチラ見てるから、これってこのまま食べれるのって聞いたら、これはオーブンで焼くんだよって言えよな。どう考えたってこのまま食べる感じでさ、揚げ物もこうもらってんのにさ、なんでカルツォーネだけそのまま冷蔵庫みたいなとこから出してきて持ち帰りでお家で焼くのが多分普通だったんだよね、あその店の売り方としては。なるほどね。でってなったからもし焼いてくれるって頼んでねもうだってね4分の1ぐらいは食ってたけど食べかけのやつ渡してで裏でオーブンで焼いてくれて、
ね、全然味違かったよね。すっごいパンが柔らかくなるんだよね。カルツォーネってこれかって私なんかね、店員にもまあ生で食べても死にはしないからって言われて、でもなんかね、アニサキスとかを抜く処理をオランダは全部が全部してないっていうのをさ、ちょっとずつこうなんかニュースとかで見てたじゃん、もうすげえ不安になってねその後出かけんのにお腹壊さないかな。そうで、なんかただでさえその急遽打ったワクチンのさ副作用あんのかなとかも心配しつつさアニサキスのことまで心配しなきゃいけなくなって俺もう気が気じゃないし。そうだそうだ、それを食べたんだっていうハプニングがありつつ、まあでも美味しかったよね。うまかった、最後に食べたのがカルツォーネだとしたらあれはもう一回食べてもいいかなってそう、その前に食べてたのはめっちゃ硬いなんか別物だったね。ナンみたいな。そう、店員さんがあんな何人もさ「おいちょっと見てよ」みたいな感じで何人も見てくると思わないじゃん。あの生でかじってた人かみたいな勘弁してくれよな。びっくりしてないで話しかけてくれよな。本当だよそうっていうお昼を食べて、で本当はねミッフィーミュージアムで時間がね1時間2時間くらい使う予定だったけど、その予定もなくなったというか速攻終わったから、近くにある美術館とか博物館探して、なんか鉄道博物館があるっていうのを Google マップで見つけて、その日本でもね埼玉に住んでるから大宮の、行ったもんね。大宮の鉄道博物館とかも一緒に行ったことあったから、じゃあ行ってみようよっつって、ね、適当に選んで行ったのが大当たりだったよね。なんか Google マップのレビューってちゃんと当てになるなってすごい思ったのは、なんか入る前の感じクラシックなんだよねすごい、で入ったらまあね鉄道がこう飾ってあってとか、まあまあまあっていうね、そうまあ予想してた鉄道博物館がそこまでだよね、なんかその切符とかをこう眺めて歩いて、まあそれぞれねそういう写真撮ってって楽しんでたら、急に足元になんか立ち位置の1234みたいのが出てきたんだよね、なんだろうこの立ち位置と思って待ってたら目の前の扉が開いて、で入ってってみたらなんか急にオランダ語の映像が流れ始めてで俺と未来とあともう2人いたのか、別のグループの2人がいて、その人たちは分かってる風だったよね、俺は全然何のことだか分かんなくて、でスペースあったからいいよ一緒に入っていいよっつって同じグループで進んでってで思ったらなんかねトロッコみたいのに乗らされたんだよね。そうなんか日本のピーターパンみたいなね、ディズニーの、白雪姫とかピーターパンみたいな乗り物乗って、あれは昔の列車の疑似体験だったの？なんか昔の列車のなんだろう鉄道に関わる人たちの働いてる環境とかそういうのを多分見せてくれるんだと思うけど、結構面白いんだよね。なんか何も期待せずに行ってしまって急にそれが目の前に出てきて乗ってだったから、なんか落ちこそしないけどなんかそれなりにね、スピードあるところがあったりとか、ちょっと行き止まりまで危ないみたいなとかだからこんなアトラクションもあるんだねって言いながら出てきて、施設内の別の場所に行ってみたら今度なんかスターツアーズみたいな 3D 系の、そうスターツアーズの映像体験みたいのを目の前で見ながら、運転体験だよねあれ。あ、そうだね。適当に行った割にはめちゃくちゃ楽しめた。当たり博物館、今のところ堂々の1位じゃない？そうだね、満足度としてはあそこが一番。そうで中に食事できるとこもあったし、もしね行くんだったら全然一日遊べそうな場所だったよね。子供いても楽しいだろうし、いなくても楽しめたからね、そんな混んでなかったからね、土曜とか日曜だよね、だって行ったの、週末に行ったのにあんなに混んでないんだって。でもなんかねまた行っても良さそうだよね。街並みは結構好きだったな、ウトレヒト。そうだね、なんかデンハーグ近郊のイメージで言うと
そうだな、おしゃれさはちょっとデルフトチックなところはあるけど、古き良きみたいな、でもデルフトってもうちょっとこうもっとこじんまりしたイメージだけど、なんかもうちょっと本当街なイメージ、ちっちゃい街、タウンなイメージ、だけどユトレヒトはもうちょっと規模感もあるけど、ただ全然駅からの徒歩圏内でいろんなものができるっていう利便性もあるし、シティだよね、シティだけどなんかデンアーグもそんな新しいイメージじゃないけど、でもユトレヒトの方がなんかちょっとロマンスというかこう雰囲気があるよね。女の人が好きっていうのもなんとなく分かるような気もするし、なんかそうだね、仕事色が薄いかも、ビジネス感が薄い。そうだね、面白かったよね。また行きたい、ユトレヒトは、またね、ユトレヒトに友達ができればね、その友達会いに行くとかでも全然いいし、そうだね。